こんにちは。今回は花のコースターモチーフを紹介します。最初はこちらの色で6号のかぎ針を使います。最初は鎖編み5目の輪の作り目を作ります。ここから鎖編みを5目編みます。1、2、3、4、5、5目の鎖編みを編んで、最初に緩めてある目に針を入れて糸をかけて引き締めます。糸端もしっかり引いて鎖編みの輪を引き締めていきます。糸端はこのようにして編み込みながら編んでいきます。次は長編みを編みますが、最初は鎖編み3目を編んで長編み1目とします。間に鎖編み1目を入れながら長編みを11回編みます。針に糸をかけて輪の中に針を入れ糸をかけて少し長めに引き出します。糸をかけて2本の糸を引き抜き、また糸をかけて残りの2本を引き抜いて長編みを編みました。編み地を寄せながら編んでください。鎖編み1目を編んで鎖の輪の中に長編みを編んでいきます。鎖編み1目を間に入れながら長編みを編んでください。鎖編み1目、長編み1目を交互に編んでいきます。全部で11個の長編みを編みます。長編みが11目編みました。間の鎖編み1目を入れて、次は引き抜き編みです。最初に編んだ鎖編み4目のうちの鎖編み3目のところが長編みの位置ですから、ここに引き抜き編みをします。糸をかけて引き抜きます。これで1段目の最初の部分が編めました。次は隣の鎖編みに針を入れて引き抜き編みをして、この1段目の糸を切ります。1段目の長編みができました。次は2段目で別の糸に取り替えます。2段目はこちらの糸で編みます。糸を足すところは今引き抜いたところから少し戻ったところに2段目の糸を足していきます。大体のところでいいですから、ここら辺に足します。鎖編み1目の間のところに針を入れて糸をかけて引き出します。次は糸を2本にして今引き出した目にくぐらせて、これで鎖編み1目とします。糸1本はこちらに置いて、糸玉につながる糸を鎖編みをしていきます。2段目は長編み3目の玉編みを編みますので、もう1回鎖編みを編んで、この鎖編み2目が未完成な長編みとします。次に針に糸をかけて、同じ鎖編み1目のところに針を入れ、糸をかけて少し長めに引き出して、鎖編み2目分ぐらいの長さに引き出して、2本の糸を引き抜いて、未完成な長編み1目ができました。もう一回同じところに未完成な長編みを編みます。2本の糸を引き抜いて、こ
これで未完成な長編み3目になります。すべての糸を一度に引き抜いて長編み3目の玉編みができました。次は鎖編み2目を間に入れて、次も長編み3目の玉編みです。次の1段目の鎖編み1目のところに未完成な長編みを3目編みます。ここに未完成な長編みを3目編みます。少し長めに引き出して未完成な長編み1目、同じところにあと2回未完成な長編みを編みます。もう一回未完成な長編みを編んで、未完成な長編み3目を一度に引き抜きます。鎖編み2目を間に入れて、次の1段目の鎖編み1目のところに長編み3目の玉編みを編みます。未完成な長編み3目を編んで、一度に引き抜いて鎖編み2目を間に入れます。2段目はこの編み方を続けてここまで編みます。長編み3目の玉編みを11個編みました。ここが最後のところです。最後の鎖編み1目のところに長編み3目の玉編みを編みます。玉編みを編んだら鎖編み2目を編んで、最初の玉編みの頭のところに引き抜き編みをします。この最初の長編み3目の玉編みの頭はここになります。この目の上から針を入れて、手前にある3本の糸をかぎ針を通して後ろ側に出します。糸をかけてすべての糸を一度に引き抜いて、長編み3目の玉編みの頭のところに引き抜き編みをしました。そして次の鎖編みにもう一度引き抜き編みをして2段目が終わります。ここで糸を切って2段目の長編み3目の玉編みが編めました。次は3段目です。3段目はこちらの糸に取り替えます。今引き抜いたところから少し戻ります。大体のところでいいですから少し戻ったところに針を入れます。鎖編み2目のところに針を入れて糸を引き出し、また糸を2本にして鎖の目から引き出します。ちょっと2本だと編みにくいかもしれません。3段目は長編みを編んでいきますので、鎖編みをここで3目編みます。今1目編み、これで2目、もう1回鎖編みを編んで、この鎖編み3目が長編み1目となります。次は2段目の鎖編み2目のところに長編みをあと2回編みます。同じところにもう1回長編みを編みます。鎖編み3目と長編み2目ができました。間に鎖編み1目を入れて、次の鎖編み2目のところには長編み3目を編み入れます。
長編み3目を編んだら、間は鎖編み1目を入れて、次のまた2段目の鎖編み2目のところに長編み3目を編みます。鎖編み1目を間に入れながら、2段目の鎖編み2目のところに長編み3目を編んでいきます。鎖編み1目を入れて、そして次のところは2段目で最後に糸を引き抜いたところです。この糸も編み込んで目立たなくします。鎖編み2目のところに糸端を編み込みながら長編み3目を編んでいきます。間に鎖編み1目を入れながら、鎖編み2目のところに長編みを3目編んで、ここまでできました。次も長編み3目を編みます。長編み3目を編み、間に鎖編み1目を入れてから、最初の鎖編み3目のところに引き抜き編みをします。鎖編み1目を入れて、最初に編んだ鎖編み3目の3個目に引き抜き編みをします。これで3段目ができました。次も次の長編みの頭のところに針を入れて、もう一回引き抜き編みをして3段目の糸を切ります。これで3段目ができました。次は4段目です。4段目はこちらの糸で編みます。またある程度戻ったところに、今度は長編み3目を編んだ中心の長編みのところに針を入れて糸をかけて引き出します。そしてここは細編みを編みますので、ここは1本の糸を鎖編みを1目して同じところに細編みを1目編みます。2本の糸を引き抜いて細編み1目ができました。次は鎖編み1目のところに長編みを5回編み入れます。針に糸をかけて鎖編み1目のところに長編みを編みます。同じところに全部で長編み5目を編み入れます。3段目の鎖編み1目のところに長編み5目を編んできます。糸端を編み込みながら長編みを同じところに5回編みます。長編み5目が編めました。次は細編みです。細編みは前段の長編み3目を編んだ中心の長編みのところに細編みを編みます。2個目の長編みのところに細編みを1目。これが4段目の編み方です。細編みを編んだら次の鎖編みのところに長編みを5回編み入れます。
糸端を編み込みながら長編みを編んでいます。鎖編み1目のところに長編み5目を編んで、次は細編みですが、この糸端も一緒に編み込んでいきます。真ん中の長編みのところです。3目の中心の長編みのところに細編みを1回編みます。この編み方を続けていきます。次の鎖編み1目のところにも長編みを5回編みます。長編み5目が編めました。次も前段の長編み3目の中心のところに細編みを1目です。4段目はこの編み方を続けていきます。前段の鎖編み1目のところに長編み5目と次は細編みです。ここまで編めました。4段目の最後のところです。細編みを編んだところから鎖編み1目のところに長編みを5回編みます。長編み5目ができました。最後は一番最初に編んだ細編みの頭のところに引き抜き編みをします。細編みの頭はここです。この細編みの頭に引き抜き編みをしますが、今回は少し目を長めに引き出して細編みの頭の向こう側から針を入れ、最後の目をかぎ針にかけて後ろにこのように後ろに引き抜いて最後の仕上げをします。引き抜いた目に糸を1回かけて、ここで引き抜いて糸を切ります。外から見てもそんなに目立たないと思いますので、このやり方でもやってみてください。糸を切ったらあとは糸始末をします。引き抜いたところから長編みの足の部分にかぎ針を入れて糸をかけて引き抜きます。これで全てが編めました。あとは糸端はハサミで切ってください。カラフルなコースターモチーフを紹介しました。